指に糸を2回かけます。糸が交差している部分を持って外し、編みやすいよう持ち直したら、輪の中にかぎ針を入れ、糸をかけて引き出します。そして、編み付けの鎖編みを1つ、糸は引き締めておきます。ここから1段目です。立ち上がりの鎖編みを1つ、輪の中に細編みを編みます。全部で8回編みましょう。8回編んだら一度針を外します。糸端を少しずつ引っ張り、次は動いた方の輪を引っ張ります。引っ張っていない方の輪が縮まったら、再び糸端を引いて、もう一つの輪も引き締めます。これで輪が締まりました。輪が締まったら、最後に引き抜き編みをします。もう一度針をセットしたら、一つ目の細編みの頭をすくい、引き抜き編みをします。1段目が完成しました。2段目は立ち上がりの鎖編みを1つ、1段目の細編みの頭に同じく細編みを編んでいきます。最初の1目目には段数マーカーをつけておきます。続けて細編みを編んでいきます。2段目も合計8目を編みます。細編み8回編めたら、マーカーをつけた1目目に引き抜き編みします。マーカーを外したら2段目が完成しました。3段目も立ち上がりの鎖編みを1つ、次は立ち上がりの目の根元に細編みを1つ編みます。これが最初の目なのでマーカーをつけておきます。続けて鎖編みを3目編みます。編んだら隣の目に細編みを1つ編みます。また鎖編み3目をしてから隣の目に細編みを1つ編みます。これを合計8回編みます。8回目の鎖編み3目を編んだら、マーカーをつけた最初の細編みに引き抜き編みをします。マーカーは外します。8個の鎖編みのスペースができました。これで3段目の完成です。4段目は3段目のこの8スペースに針を入れて編んでいきます。鎖編みを編みくるむように束に拾います。立ち上がりの鎖編みを1目編み、鎖編みのスペースに針を入れて細編みを1つ編みます。最初の目にはマーカーをつけます。次は隣の鎖編みのスペースに編みつけます。針を入れて同じスペースに長編みを6目編みます。長編み6目目です。その次は3つ目のスペースに細編みを1つだけ編みます。4つ目のスペースにはまた長編み6目を編みます。これを合計4回繰り返すと4枚の花びらのような見た目になります。細編み1目、長編み6目を繰り返していきましょう。
最後の長編み6目めを編み終えたら、マーカーをつけた目に引き抜き編みします。これで4段目が完成しました。5段目は編み地の裏側を見て柱のように見える8箇所に編みつけていきます。最初は立ち上がりの鎖編みを3目編みます。1つ目はここの柱に細編みの裏引き上げ編みをします。編み地をひっくり返して柱に巻きつけるように糸を出し、細編みを1つ。これが細編み裏引き上げ編みになります。次は鎖編みを3回だけ編みます。次の引き上げ編みの柱を見つけたら、先ほどと同じく細編み裏引き上げ編みを1目編みます。花びらの間には鎖編みを4目編みます。次からはまた細編み裏引き上げ編みを1目と鎖3目を編みます。そして細編み裏引き上げ編み1目と鎖4目を編みましょう。これをあと2回繰り返していきます。最後の鎖編み4目を編んでいます。編めたら一番初めの裏側の細編みに引き抜き編みをします。これが立ち上がりの鎖3目なので、それと柱がつながっているところが最初の細編みです。細編みに針を刺し引き抜き編みをします。これで5段目が完成しました。6段目は5段目で編んだ鎖編みを編みくるむように編み、花びらが追加で4枚できるように編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを1つ編みます。そうしたら鎖編みを束に拾って細編みを1回編みます。次は鎖編み4目部分に編みつけます。同じスペースに長編みを8回編み入れます。編み終わるとこんな感じです。次は隣のスペースに細編みを1つ編みます。鎖3目でできたスペースです。隣の鎖4目でできたスペースには再び長編みを8目編みます。8目編めたらまた細編み1目、長編み8目を繰り返します。合計4セット編んで6段目はおしまいです。今4セット目の長編み8目を編んでいるところです。最初の細編み1目に引き抜き編みをして終わります。迷った時は5段目の鎖3目を見つけてみてください。6段目が完成しました。7段目は5段目と同じように裏側に鎖編みでスペースを作っていきます。立ち上がりの鎖編みを3目を編みます。
裏側から柱に針を刺し、そのまま柱に巻きつけるように糸を出し、細編みを1つします。次は鎖編みを3回編みます。次の柱を見つけたら、先ほどと同じく細編み裏引き上げ編みを1目。次は鎖編みを5回編んでいきます。次の柱に細編み裏引き上げ編みを1目と鎖3目を編んでください。そして隣に細編み裏引き上げ編み1目をして鎖5目を編みます。これをあと2回繰り返していきます。最後の鎖編み5目を編んでいるところです。編めたら一番初めの裏側の細編みに引き抜き編みをしましょう。7段目が完成しました。8段目は花びらを4枚編んでいきましょう。まずは鎖編みを1つ、次は鎖編み3目部分に細編みを1つ、7段目の鎖編みを束に拾います。続いて鎖5目の部分に長編みを10回編みます。次が長編み10回目です。これで花びらが1枚編めました。次は隣のスペースに細編みを1目編みます。この後は長編み10目、細編み1目を繰り返していきます。最後の長編み10目を編み終えたら、最初の細編み1目に引き抜き編みをして終わります。これで8段目が編めました。9段目は2面の8つの柱に鎖編みを編みつけていきます。まずは立ち上がりの鎖3目、続けて一番近い柱に細編みの裏引き上げ編みをします。次は鎖編みを3目だけ編みます。隣の柱を見つけたら、同じく細編み裏引き上げ編みを1目。そして前回の花びらの間は鎖編み6目でつなぎます。次からはまた細編み裏引き上げ編みを1目と鎖3目を編みます。次の柱には細編み裏引き上げ編み1目と鎖6目。これをあと2回繰り返します。最後の鎖編み6目を編んでいます。編み終わったら一番初めの細編みに引き抜き編みをします。9段目が完成しました。10段目は最後の花びら4枚を編んでいきます。
まずは立ち上がりの鎖編みを1つ編みます。鎖編み3目部分には細編みを1つします。続いて鎖6目の部分に中長編み1目編みます。そうしたら同じスペースに長編みを5回。続いて鎖編みを1目編み、そしてまた長編みを5回編みます。最後にまた中長編みを1回編んで鎖6目のスペースは終わりです。次は隣のスペースに細編みを1目編みます。ちゃんと花びらになりましたね。あとは繰り返しです。隣のスペースに中長編み1目、続けて長編み5目、鎖編み1目、長編み5目、中長編み1目を編みます。花びらが合計4枚できるように編んでいきます。最後まで編んできました。この段も最初の細編み1目に引き抜き編みをして終わりましょう。これでバラが編めました。バラだけ使用する方はここで糸を切って完成です。ここからはバラをスクエアモチーフに仕上げます。糸を切らずに続けて編んでいきましょう。立ち上がりの鎖編みを3目、9段目と同じように柱に細編みの裏引き上げ編みをします。次は鎖編みを6目編みます。次の柱を見つけたら先ほどと同じく細編み裏引き上げ編みを1目編み、次は鎖編みを3回だけ編みます。そうしたら柱に細編み裏引き上げ編みを1目編みます。この段のみ花びらの隙間の型が短い鎖編みになります。次は鎖編みを6目編みます。あとは繰り返しで細編み裏引き上げ編みを1目と鎖3目を編みます。次は細編み裏引き上げ編みを1目と鎖6目、最後の引き抜くところまで繰り返します。最後の鎖3目が編めたら、初めの細編み裏引き上げ編みに引き抜き編みをします。そのまま引っ張って糸を切りましょう。糸を切りました。
糸端を引っ張り出して引き締めたら11段目が完成です。12段目は毛糸の色を変えて編みます。11段目の鎖3目でできたスペースに糸をつけましょう。鎖編みスペースに針を入れて一度引き抜き編みをします。糸端を引っ張り引き締めておきましょう。立ち上がりの鎖編みを3目します。そうしたら同じスペースに長編みを2回。次は糸端の2本と鎖編みを一緒に左手で押さえて持ちます。糸を巻き込みながら長編みを4回編みます。続けて鎖編みを2回編みます。そうしたらまた同じスペースに長編みを4回編みます。これで糸端を巻き込みながら編むことができました。次の鎖編み3目でできたスペースには長編みを3回編み入れます。ここからは糸端を巻き込まなくても大丈夫です。次のスペースには長編み4目と鎖2目、そして長編み4目を編みます。編めました。次のスペースには長編み3目を編みます。ここからは繰り返しです。鎖3目スペースには長編み3目を編み入れて、鎖4目スペースには長編み4目と鎖2目、そして長編み4目をします。この手順で最後まで編んでいきましょう。最後のスペースにも編み終えました。最初の鎖編み3目目に引き抜き編みをして終わります。これで12段目の完成です。13段目も鎖編み3目で立ち上がります。ここから角までは長編みの上に長編みを各1回ずつ編んでいきます。ここまでで長編みを合計6回編みました。次は鎖2目でできた角のスペースに編み入れていきます。長編みを2回、鎖編みを2回編んだらまた長編みを2回します。ここからはまた各目に1回ずつ長編みを編んでいきます。合計で11回長編みを編みます。
次が11回目の長編みです。次はまた角のスペースに編み入れていきます。角の編み方は長編み2回と鎖2目、そして長編み2回です。ここからは同じ手順の繰り返しで最後まで編みます。角は長編み2目と鎖2目長編み2目で、それ以外は長編みです。最後の長編み1目を編んでいるところです。立ち上がりの鎖3目目に引き抜き編みをします。これで13段目が完成しました。14段目も同じ編み方です。四つ角は長編み2目と鎖2目に長編み2目をして、それ以外は長編みです。スタートは立ち上がりの鎖3目、各目に長編みを編むので、合計8回長編みを編みます。角のスペースには長編み2回と鎖2目に長編み2回を編み入れます。次は端まで長編みを15目編みます。この手順で最後の目まで繰り返しましょう。最後の長編みを編んでいるところです。前段と同じく最初の鎖3目目に引き抜き編みをします。これで編み終わったので糸を切りましょう。もっとスクエア部分を広げたい方、15段目を編んで増やすこともできますし、お好みで減らすこともできます。最後に糸処理をします。切った糸端をとじ針に通します。モチーフをひっくり返し、2面に糸を隠していきましょう。引き抜き編みした目の奥半目に針を通し引っ張ります。次は端の長編みの頭部分の糸がクロスしているところを狙って通していきます。糸処理のやり方はお好みのやり方でも大丈夫です。次は縦に移動するように長編み部分に糸を通していきます。最後は横に移動するように糸を通してみました。ある程度隠せたら OK です。余った糸端を切ります。そうしたら次は1段目の糸端も隠していきましょう。1段目は円に沿ってぐるっと回しながら隠していきます。色替えでできた糸端はすでに巻き込んで編んでいるので切るだけにします。余った糸端を切ります。以上で完成です。お疲れ様でした。チャンネル登録や高評価お願いします。